はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶちゃ島田です。タン先、タン中、タン元、タン下、同じタンでも場所によって味や食感も違います。今日はそんなタンの中でも目立たない存在のタン下を詳しく見てみます。それでは早速やっていきましょう。今日は牛のタンを用意しました。タンは下というのはもうご存知ですよね。これが牛のタン1本です。昔焼肉屋で焼肉用にカットされた薄い牛タンが牛1頭分のタンだと思っている人がいました。さすがに笑いそうでしたが、笑いをこらえて聞き耳を立てていたことがあります。牛タンは 1.6 キロ前後の重さがあり、筋繊維は縦横に走っています。根元の方のタン元部分が柔らかく、先に行くにつれて肉質が硬くなります。100g あたり 15.2g のタンパク質が含まれていて、内臓の中でもタンパク質の量は多いです。特にタンパク質が多いのはアキレスで 100g あたり 28.3g、 次いでミノが 100g あたり 24.5g と多めです。ちなみに牛タンのカロリーは 100g あたり269キロカロリーで、マクドナルドのハンバーガー1個256キロカロリーとほぼ同じくらいです。お店にもよりますが 100g だとだいたい5枚から6枚くらいのイメージです。少し脂肪が多いのでダイエットには向かないかもしれません。ですが栄養が豊富なのでいろいろな食材と組み合わせて食べるといいと思います。栄養豊富で美味しい牛タンですが、皆さんが食べているのはほんの一部です。今回はそんな商品化されないこともあるタンの下側の筋、タン下をご紹介します。このタンの裏側の部分で別名タンカルビと呼ばれたりもします。焼きのメニューとしては出さずに煮込みやカレーにしたり、ミンチにしてハンバーグやメンチカツにしたり、まかないとして消費したり、お店によって使用方法は様々です。牛の下には大きな動脈が4本通っていて、下側の特に太い動脈を境にタン下をカットするお店が多いです。高級店などでは上側の動脈部分も切り落とすことが多いです。上側の動脈は下側の動脈に比べるとそこまで食感も残らないので気にするほどではないです。上側の動脈でカットするともちろんですが可食部は少なくなります。その分上質な部分のみを食べることができます。お店がどんなお客様をターゲットにしてどれくらいの単価で提供するかによってカット方法は変わってくるはずです。一概にこれはいい、これはダメということではないです。僕自身はあまりにもタンが小さいのに値段ばかり高いとちょっと残念に感じてしまいます。美味しいのはわかるんですけどね。もちろん国産か外国産かでも値段は全く変わってきます。タン下部分は通常のタンに比べると評価が低いことがあります。通常のタンに比べると硬いとか血管があって歯触りが悪いといった難点はあるかもしれません。ですがそもそもホルモン類は捨てるはずの部位を美味しく食べることが根本なはずです。タケノコやコリコリと呼ばれる心臓近くの太い動脈はコリコリしていてとても美味しいです。そんな太い血管を美味しい食べるのだから、僕からしたらタンの血管なんて全く問題ないです。もちろんタンとして食べた時に歯触りが悪いのはわかります。ですがそういった血管の部位だと思って食べれば感じ方も変わってきます。ホルモン類はいろいろな味、食感があるのも面白さの一つです。もちろんこのタン下を苦手な人もいます。ですがめちゃくちゃハマる人もいるはずです。ホルモン全ての部位が好きな人なんてなかなかいませんからね。いろいろある中から自分好みの美味しい部位を見つけるのが楽しいです。ということでタンの下側部分をカットして一口サイズにカットしたらおろしニンニク、塩、ブラックペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。あとはお皿に盛り付けます。同じ部位を味噌だれでも食べてみましょう。味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は岩手県遠野市のズモナビールのゴールデンピルスナーを飲んでみます。遠野といえば以前動画でも紹介したバケツジンギスカンですよね。それと実は遠野といえば日本一のホップの生産地なんです。ビールとジンギスカン最高ですね。色は綺麗な透き通った黄金色でかなりキレッキレな喉越しすっきり系の日本人好みの飲みやすいビールです。これは焼肉と相性ぴったりです。それではタン下焼いてみましょう。焼けるのを待つ間にキムチと辛もやしを置かずにご飯とビールをたしなみます。この気取らずに焼く感じいいですよね。適当に
焼けるのもタン下の魅力です。多少焦げても問題ないです。おすすめは火力の強めな真ん中で一気に焼くのがいいです。焼けたので食べてみましょう。頭より歯ごたえあって噛むと旨味がじゅわっと口に広がる脂身と赤身が程よくあり、少し脂っぽい部位が好きな人におすすめです。カルビとかに比べると歯ごたえあるけど、この歯ごたえがいいんですよね。かといって牛すじとかほど硬くないのでおかずとしても食べられます。つまみにするならタンよりもこっちの方がいいですね。次は味噌だれも焼いてみます。この味噌だれが焼ける匂いはいつ嗅いでもお腹が減ります。味噌だれ合いますね。タン下は味噌だれとか濃いめのタレがいいかもしれません。この血管の感じも小さくカットすることでほとんど気になりません。美味しく食べる工夫を考えるのも楽しいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。タン下いかがでしたか？皆さんのタン下のおすすめの食べ方とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。